最近、食欲があまりなくて食べたものは何でも吐いてしまうので、病院に検査に行きました。医師が妊娠していると知らせたとき、喜びの涙があふれました。夫と私は幼なじみで大学卒業後に結婚しましたが、長らく子供ができなかったのです。夫は私を慰めて言いました。妊娠は自然に来るものだよ。多分僕たちの赤ちゃんはちょうどいい時を待っているんだ。今、そのちょうどいい時がやっと来たのです。奥様、すでに4ヶ月妊娠しています。胎児は健康ですが、外部からの衝撃は避けてください。優しい笑顔を浮かべて、少し膨らんだお腹を撫でました。もう4ヶ月だったのです。私の生理はいつも不規則で、腰回りが太った時は食べ過ぎたせいだと思っていただけでした。家では興奮を抑えきれず、料理を作って夫に届けに行くことにしました同時に、この喜びを直接伝えたかったのです。ランチボックスを抱え、ゲイツグループのエントランスをスムーズに歩きました。夫のオフィスのドアを押し開けようとした瞬間、あでやかな女性が私をやめました。何をしてるの？冷たい口調で不敵な目で私を見つめてきました。私はランチボックスを掲げて言いました。サイモンにランチを届けに来ました。他人の前では、夫と直接呼ぶのは好きではありませんでした。彼女は安心したようにため息をつき、皮肉っぽく言いました。ああ、ただの使用人か。私はリリー、ゲイツ社長の秘書長よ。ランチボックスを渡して。早く帰りなさい。私は頭を振りました。使用人じゃないの。直接ゲイツ社長に届けたいので、どうか通してください。言葉が終わると、彼女の怒りが爆発しました。彼女は私の手からランチボックスを奪い取りました。お前は何様だと思ってるの？ただの使用人でゲイツ社長を誘惑できると？そんなコクコクした服を着て今日は一生忘れられない教訓を与えてやるわ。そう言いながら彼女は素早く私を会議室に引きずり込み、ドアを閉めてスラップを打ちました。顔が一瞬にして腫れ上がり、私は床に倒れました。反応する暇もなく、頭にキックが飛んできました。赤ちゃん。他のことは何も考えず、体を丸めてお腹をしっかり守りました。ゲイツ社長に何を届けようとしてるの？リリーはランチボックスを開け、中身を私の頭にぶちまけました。何時間もかけて作った牛肉スープが熱く、髪から床に滴り落ちました。頭皮がしゃくけるような痛みが走りました。でも私は姿勢を変えられませんでした。赤ちゃんに害が及ぶのを恐れて。あら、ローストチキンも入ってるのね。でもこんな料理でゲイツ社長の心をつかめると思ってるの？彼女は私の顎をそやにつかみ、力を込めて口を開かせました。料理が好きなんだったら自分で作ったものを食べてみなさい。油が滴るローストチキンが私の顔に叩きつけられました。目と鼻にしゃくけるような感覚が広がり、私は痛みで叫びました。リリーは軽く手を叩き、剣をそうに言いました。汚くて脂っこい新しいマニキュアを台無しにするところだったわ。私を見下ろし、軽蔑したように続けました。男の心は胃袋からって言葉を本気で信じてるの？お前の身分でどうしてゲイツ社長に値すると思うの？説明しようとしたけれど、油が喉に詰まって咳が止まらず、言葉が出せませんでした。その時、会議室のドアにノックが鳴りました。リリー、中で何の騒ぎなの？救われると思い、安堵した瞬間がありました。しかしリリーは冷笑し、ドアを開けました。このビッチがゲイツ社長を誘惑しようとしてるの。教訓を与えてるだけよ。ドアの前に集まった秘書たちは、皆蔑みの表情を浮かべていました。ゲイツ社長は偉い人だから、こんなビッチどもが群がるんだわ。リリーは鼻で笑いました。そうだわ。
彼女は敵意を込めて私を見つめ床にかわいそうに這う私を指さし、軽蔑したように言いました。恥知らずな人もいるわね。私は震える手で携帯を取り、夫に電話しようとしました。突然、リリーの目が冷たくなり、私の携帯を見つめました。彼女は手を伸ばし、携帯を奪い取りました。携帯の裏面を見て、彼女の目が来ました。何をするつもりなのか一目瞭然ね。ゲイツ社長とカップルのフォンケースまで買ってるの？彼女は携帯を地面に激しく投げつけ、粉々にしました。ビッチ。リリーは私をつかみ、怒り狂ったようにスラップを続けました。今回は勘弁するつもりだったのに気が変わったわ。痛みを感じないとお前みたいなビッチは教訓を学ばないから。私はゴミのように床に捨てられました。みんな、この女がゲイツ社長を誘惑するなんて大胆だわ。服を脱がせてやろうじゃない？他の秘書たちは賛成して、私に飛びかかろうとしました。私は全身の力を込めてドアに向かって這いました。すると手が痛みましたリリーが私の左手を踏みつけていたのです。激しい痛みが走り、私は悲鳴を上げました。他の秘書たちがすぐに近づき、私をつかみました。リリーはしゃがみ込み、ぎれるような目で私を見ました。顔は可愛いのね。でも今は顔を傷つけないわ。裸の写真を撮ってインターネットに投稿するつもりだから、傷つけちゃうと誰がお前かわからなくなるでしょ？私の体は震えていました。お腹を守ろうとしても動くことができませんでした。リリーはどこからかカッターナイフを取り出し、私のドレスを切り始めました。私は動くことも叫ぶこともできませんでした。子宮の中の赤ちゃんに誤って害が及ぶのを恐れて。すぐにドレスはボロボロになり、体の一部が露出しました。淫乱者ね。ゲイツ社長を誘惑する勇気があるのはスタイルがいいからね。いつの間にかドアの前に大勢の人が集まっていました。大半は無関心な目で見ていましたが、少数の正義感のある人が前に出てリリーを諌めました。リリー、もうイナフよ。本当に人が死んだらゲイツ社長に説明がつかないわ。しかしリリーは気にしませんでした。長い爪で私の額をつきました。これはゲイツ社長を誘惑しようとする使用人よ。秘書長として社長の周りのトラブルを処理するのが私の責任じゃない？その人がさらに言おうとしたとき、リリーの表情が厳しくなりました。お前はこのビッチに味方して、ゲイツ社長の最も信頼する私に反対するつもり？それを聞いて、その人はためらい、もう何も言えなくなりました。リリー、この女妊娠してるみたい。観察力の鋭い秘書が私のお腹を指さして叫びました。リリーの視線が鋭くなり、すぐに私の前に来てお腹を見つめました。まるで中を透視しようとして。リリーは突然笑い出しましたが、その残酷な表情は笑いと合わないまるで次の瞬間に私を引き裂くような。会社の恥知らずな女たちに対して用心してきたのに、お前みたいなセックススレーブを見逃すとは思わなかったわ。ゲイツ社長の子供を妊娠させるなんて大胆だわ。産ませる機会を与えるかどうか見てみるわ。彼女は私の髪をつかみ、スラップする代わりに私の頭を壁に叩きつけました。死ね。ゲイツ社長を私から奪おうとする女は皆死ね。私を殴りつかれたリリーは私を床に捨てました。息を整える暇もなく、腹部に激しい痛みが走りました。本能的に体を丸めましたが、何も変わりませんでした。痛みが耐えられなくなる直前、私は叫びました。私はサイモンの妻です。部屋は一瞬静かになりました。スラップ。私は救われるのではなく、再びスラップを受けました。だとしたら、お前がゲイツ社長の妻なら私は誰なの？それに、私はゲイツ社長の下で5年働き、10年間彼を知っているわ。
結婚しているなんて聞いたことがない。恥知らずなビッチ、嘘をつくな。私は血を一口吐き、説明しようとしました。私たちは幼馴染です。本当に彼の妻です。サイモンの名前を聞いて、一部の秘書たちは心配そうにリリーを止めようとしました。しかしリリーは軽蔑的に手を振りました。心配しないで。私がゲイツ社長を最もよく知っている人だから。彼女は私を上から下まで蔑んでみました。破れたドレスはボロ布のように捨てられ、私は宝石もデザイナー品も身につけていませんでした。デザイナーバッグさえ持っていない。ランチボックスもスーパーで買える安物のものです。リリーは冷笑しました。それに、この貧しくてだらしない女がゲイツ社長の妻になれると思う？私はやっと息を整えましたが、足の間に温かいものが感じられました。悪い予感がしました。血が出てる。一人の秘書が慌てて交代しました。心拍数が上がり、私は慌てました。弱々しく手を上げて何かをつかもうとしましたが、舌からさらに多くの血が湧き出てくるのを感じました。リリーはちらっと見て、その秘書を叱りました。慌てるな。ただ少しの血だけど。何が怖いの？それに、彼女は愛人よ。妊娠してるのは非着室子だ。非着室子が流れるのは当然だわ。人々は静かになり、私のために言う人は誰もいませんでした。私はお腹を抱きしめ、ほとんどお願いするように言いました。お願い、救急車を呼んでください。私の赤ちゃんが。でも誰も助けに来ませんでした。みんな無関心な目で私を見て、流産するのを待っていたようです。リリーは少なくとも10分間私を見守り、私が出血し続けるのを見ていました。最後に彼女は電話を取り、番号をダイヤルしました。救急車を呼んでくれると思いましたが、代わりにサイモンの声が聞こえました。なんだ？電話の向こう側の男は冷淡に問いました。その調子は中立的で読み取れませんでした。ゲイツ社長、今日も会社に女が来てランチを届けに来ました。リリーがサイモンに話す時の態度は私に対する攻撃的なものと完全に違いました。繊細でほとんど甘いような声です。サイモンは苛立ったようです。こんな小さな問題で私に聞く？秘書としてこんなことも処理できないの？自分で処理しなさい。それ以上の言葉もなく、彼は電話を切りました。リリーは眉を上げ、得意げな表情で周りを見ました。聞いた？ゲイツ社長が私に処理するように言ったわ。私は叫ぼうと口を開けましたが、声が出せませんでした。力が尽きて。リリーはハイヒールを履いて私に向かって歩きました。彼女はハイヒールで私の顔を踏みつけ、力を込めて押し続けました。今の出血量だと、プラットフォームは血が多すぎて写真を投稿させてくれないわ。今回は運がいいわね。でも、今度は顔の番だわ。この可愛い顔がなくなったら、どうやってゲイツ社長を誘惑するのか見てみたいわ。そう言いながら、彼女はカッターナイフを取り出し、私の顔に触れ始めました。ちょうど私が最後の希望を失う瞬間、リリーの電話が鳴りました。サイモンからです。リリーは電話に出ました。ナラストンプロジェクトの書類をすぐに用意して。今すぐ準備しなさい。はい、ゲイツ社長。10分後に会社に到着する。